ノギスの角度は40度。どうもナオリヌです。今回の動画はマスターグレードサザビーバージョン K の第4回目、塗装と組み立てを中心に作業を行っていきたいと思います。まず最初はバニアの塗装から。今回はクレオスのメタルカラーシリーズのアイアンを使用しました。この塗料の特徴なんですが、塗装して乾燥後に乾いた布やティッシュなどでこするとピカピカに輝くんですね。続いて外装パーツにサフを吹いていきます。今回は赤を塗装するので、下地にピンクサーフェイサーを使用しました。色付きのサフを使うと塗面を薄くできるのと時短にもなるのでいいですね。サフの乾燥を待つ間、今回使用する赤色の調色を行いました。説明書に載っているデザイン工の雰囲気を出すように頑張って調色したんですが、これがなかなか難しくてかなり時間を費やしました。それでようやく完成したのがこれになります。実際にこの色を塗装したのがこんな感じになりますが、どうでしょうか。はい、サフが乾燥したら調色した赤を塗装していきます。1回だけだと色ムラが出やすいので、一度塗装して乾燥した後にもう一度同じ色を重ねて塗装します。このサザビーバージョン K、 フレームが露出したようなモールド表現が各所に施されているんですが、実際に装甲の裏側にフレームがあるパーツはいいんですが、そうじゃないパーツもたくさんあります。そういったところはフレームカラーで塗装しないといけないんですが、今回はエナメルカラーを使って塗装しました。塗装方法は以前シナンジュのエングレービングの塗装で行ったラッカー塗料の上にエナメル塗料を重ね塗りして余分なところだけを拭き取るリバースウォッシュという技法を使います。この方法を使えばマスキングをしなくても簡単に塗り分けすることができるので結構便利だと思います。腰、リアアーマーにもライン状のモールドがあるんですが、ここも同じように塗り分けを行いました。集中して拭き取ってるんですが、ちょっと触れてしまったりして、せっかく塗装したところが剥げてしまうことがあるので、そういったミスを防ぐために拭き取りたくないところはマスキングテープをして隠しておきます。この線モールドなんですが、片側はしっかりと段差がついてるんですが、もう片側は全く段差がない状態なので、マスキングテープを平行に貼ってきれいに拭き取ります。シールドにも同じようなモールドがあるんですが、こちらは両方に段差があるのでマスキングテープなしでもきれいに拭き取ることができると思います。ごく一部なんですが、濃い赤と薄い赤で塗り分けないといけない箇所があります。ここはしっかりとマスキングをして塗装していきます。塗料の隠蔽力の関係でどちら側をマスクするかっていうのが決まってしまう場合もあるんですが、今回は簡単な方をマスクしました。塗り分けの後は墨入れを行っていきますが、今回赤いパーツにはダークブラウンを使用します。さっき塗り分けを行った部分なんですが、ここに墨を入れると境界線が目立たなくなります。前々回の買ってみたの動画で紹介したコピックモデラーの空の容器、これを今回試しに墨入れの拭き取りに使用してみました。使い方はこの芯の部分を一度取り外して、この中に拭き取り用の溶剤を入れる感じですね。私はジッポーオイルを入れてみました。使用してみた感想なんですが、なかなか使いやすいです。ただ結構な量の溶剤が出てきてしまうので、びしゃびしゃになって消したくないところまで消えてしまいました。ただこれが使えるとかなり便利なので、うまくいく方法を少し模索してみたいと思います。エナメルのグレーで塗り分けを行った部分、ここに墨入れをしたいんですが、
このまま入れてしまうと墨入れの塗料もエナメルなので、拭き取った時に塗り分けのところも消えてしまいます。なのでもし墨入れをしたい場合は、塗り分け部分にラッカーのクリアを塗装して乾燥してから墨入れを行います。グレー系のパーツには今回ブラックで墨入れを行いました。墨の種類の選び方なんですが、基本は同系色の少し濃いめの色を選択するのがいいと思うんですが、この辺りはやはり好みで選んでも大丈夫だと思います。墨入れが終わったら次にデカールを貼っていきます。デカールは基本的に水転写式のみを使用します。理由なんですが、仕上がりがいいのと、あと他のデカールは貼るのが難しいんですよね。例えば RG のリアリスティックデカールとかね、ちょっと私には無理かな。こういった今映像に出ているようなモールドの上にデカールを貼らないといけない場合、水転写式であれば、マークセッターを使えばきれいに貼ることができます。このクレオスの商品はデカールを柔らかくする軟化剤と、あと糊が両方入っているタイプなんですが、他にも糊だけのものとか、あと軟化剤だけのものっていうのもあるので、用途によって使い分けるのがいいと思います。こんな感じで段差のあるところにもきれいにデカールを貼ることができました。デカールをすべて貼り終わったら、艶消しクリアでトップコートをして乾燥を待ちます。トップコートが乾燥するのを待つ間、フィギュアの塗装をしていきたいと思います。今回赤い部分の面積が一番多かったので、ラッカーで下塗りをしておきました。頭の部分は赤色だと発色がしにくいので、ラッカーの白で塗装しておきます。フレッシュがあればそれを使えばいいんですが、持っていないので調色をして色を作ります。以前動画でも紹介したんですが、今回フィギュアの塗装にはカムさんにいただいた拡大鏡を使用しました。葉月ルーペでもいいんですが、これはホビー用の拡大鏡なので、レンズの部分だけ上に跳ね上げることができるんですね。だからすごく使いやすいです。パパのやつサンタさんにもらったよ。どれ？見てこれ。おー、でっかいやつ来たね。よかったねパパ。じゃあ、サンタさんがおまわりさんや。おまわりさんなのサンタさんって？なんで？本当はさ、サンタさんおじさんやね。あー、そういうことね。おまわりさんがサンタの役やっとったんだ、保育園で。ねえ、バレとるんや。誰が言ってた？先生。先生言ってた？マジで？先生なのにおまわりさんに警察に捕まえられた。警察に捕まえられたじゃなくて、ああ、そうなんだ。はーい。はい、わかった。そうになってる。ママ、今日楽しかった。はい、ここからは組み立て作業を行っていきます。塗装したものを組み立てる際に注意したいことがあります。塗装するとどうしてもダボだとか、あとパーツを組み合わせる接合部分に塗料がついてしまうんですが、そのまま組み立てるとパーツが最悪の場合割れてしまったりだとか、あと間違えて組んでしまった時に取り外せなくなってしまうんですね。そういったことにならないように、組み立ての段階でダボや接合部分についた塗料をデザインナイフなどで剥がしながら組み立てていきます。メタルパーツなどのディテールアップパーツもこの組み立ての段階で組み込みます。今回腰の動力パイプにメタルパーツを使用したんですが、
なんといってもそのゲート処理を一つずつしなくていいっていうのが楽でいいですね。シリンダーの内側のパーツは今回ガイアノーツのプレミアムミラークロームで塗装しました。バーニアノズルの部分には一部メタルパーツを使用しています。腰リアアーマーのダクト表現の部分、今回ここは別パーツ化したんですが、この段階で接着を行います。瞬間接着剤を使うと隙間から垂れて出てきてしまったりすることがあるので、エポキシパテを使って固定することにします。はい、ここまで組み立てを行ってきましたが、いよいよ完成になります。はい、マスターグレードサザビーバージョン系、こんな感じになりました。制作を始めたのが去年の11月くらいで、途中 HG のシナンジュスタインなども作っていた関係もあって、だいたい5ヶ月くらい制作に時間がかかりました。今回特に大きな改造とは行っていないっていうのもあるんですが、やっぱり一番苦労したのが塗装ですね。赤を3色作らないといけないっていうのと、あとその色のバランスね、それにすごく苦労しました。バーニアの外側はすべてメタルアイアンで塗装したんですが、ものすごいバーニアの量なので、これを一つずつ磨く作業ですね。これにもかなり時間がかかりました。あとは単純にパーツ数が多いので、まずフレームの塗装をすべてやってしまった後に外装パーツを塗装しました。武器なんですが、ロングレンジライフルに取り付けることができるバズーカをマスターグレードシナンジュスタインから持ってきました。あとライフル用の専用の持ち手がシナンジュスタインに付属していたので、そちらも流用しました。センサーの部分はクリアパーツではなかったので H アイズを加工して内側からガイアノーツのプレミアムミラークロームで塗装、外側は蛍光ブルーグリーンで塗装しました。バズーカはライフルから取り外して単体で使用することもできます。パイロットフィギュアとコックピット、こちらもしっかりと塗装を行いました。すべて塗装して完成させて改めて思うことは、オリジナルのサザビーのデザインもすごくかっこいいんですが、このメカっぽくアレンジされたサザビーバージョン系、やっぱりかっこいいです。最後にギャラリーを用意しましたので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。ギャラリーの後にはお知らせもありますので、そちらもチェックしてみてください。
はい、というわけで今回の動画ここまでになりますが、いかがでしたでしょうか。今回完成したマスターグレードサザビーバージョン系はオークションに出品しますので、興味のある方はぜひ参加していただけると嬉しいです。この動画良かったという方はグッドボタンを。今後もガンプラ関連の動画をアップしていきますので、登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。ここまでご覧いただきどうもありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。